ちゃんとさ目もさわかる緑。あー、ほんとだ。ストロベリーうまい。メロン感じる。感じる？夜に生きるヴァンパイアエミタラスです。元気なとじっこゆりな JPEG です。今回は、本日、公開の映画ウィキッドを見てきました。3月7日公開ですね。そうですね、公開日当日見てきましたよ。見てきましたよ。めっちゃ満員だったね。ねえ、すごかった。なんでこれを見ようってなったかっていうと、あれだよね、正反対な2人が出てくるっていうので、うちら正反対デコボコななじみなのでぴったりやんと思って、ね、なのでちょっと見に行ってきました。どうでしたか？まず私ウィキッドっていう作品自体初めて見たんだけど、今回、いろんな媒体でやられてる作品じゃない、でも今回初めて見て、なんか何ちょっとなんて言ったらいいかわからないんだけど、アンチとかじゃなくてずっと気分が悪かった。ずっとね、なんでだ？ずっと不快感があって、ウィキッドの世界ってオズの魔法使いの世界じゃん。そうだね。オズの魔法使いも欠点とか劣等感を抱えてる、登場人物たちを、なんか女の子が励ましてなんか進んでいくみたいな感じの大体そうね。だから多分この物語の作者が多分人間の愚かさを詰め込んだのをしたかったのかなって思うぐらい、なんか登場人物で100% いい人が一人も出てこなくて、そうだね。だからもうなんかずっと気まずかった。そこに気まずさを感じたんだね。なるほど。だから映像とか音楽とか演出とか別にして、もうストーリーのその人間の愚かさと気まずさがずっとあって、気持ちいい感じでは見れなかったんだよね。ちょっとこうよりどころが見当たらないまま見続ける感じ。そうなんだよね。このオズのね、魔法使いはアメリカで最も愛されてるおとぎ話って言われてて、私も大学の時文学部だったんで勉強したんですけど、文学の世界っていろいろ流れがあって、完全懲悪、悪者は絶対にやっつけられる、いい人が必ず勝つっていう時期もあれば、後半になっていくと正義ってなんだろう、善悪ってなんだろうっていうこうマルチになっていくんだよね、視点が。悪人だと思ってた人のこうバックボーンを見せて、この人もなんかいいところがあったんだとか、その逆もしかりで、そういうところを描く流れがずっと続いていると思うんだけど、まあそれに乗っ取るじゃないけど、そういう感じはあったよね。ただ今回見たのが前編だったから、後半どう回収していくかっていうところもまあ大きなポイントにはなっていくと思うんだけど、終始気まずかった。そう人間性ってかストーリーはすごいずっと気まずいなと思いながら見てた。わかんない、これを見て他の人はどう感じるかと思いながらずっと見てて。まあそうだよ、そのメインの登場人物としてグリンダと、エルファバが2人いて、エルファバは正義を貫く。でも自分の感情をうまくコントロールできない。ちょっとエルサみたいなね。そう感じだよね。こう自分の力で人を傷つけてしまうとか、そういう感じ。で、グリンダはグリンダで、ちょっと薄っぺらくてバカなところがあるけど、みんなに愛されようという努力をしている。愛されることが一番だよ。ポピュラーっていう感じなんだけど、なんかどっちも共感できそうなところも私はあったし、どっちもこいつって思うところもあった。だから図星じゃないけど、人間のちょっと嫌なところっていうか、本当は隠したいようなめちゃくちゃリアルなどす黒いところを描いてるなと思った。結構ちゃんと人間の悪いところにフォーカスするなって思ったの。ストレートにぼやかさないで、エルファバも別に善としては描いてないし、でグリンダも善としては描いてないし、唯一良心っぽかったのボックしかいなくてそ
そうだよ、僕はそうだよ。そうだよね、うん僕だけ、まあちょっと最初の動機が横島ではあったけど、ああいう人嫌いそうだもんね。いや嫌いじゃないよ、うん嫌いじゃないけど、まあ君はいい人見ではあるかみたいな。ヤギの先生は？ヤギの先生もうなんて言っていいのか分かんなかった。ヤギの先生はなんかちゃんと動物として分けて描かれてるなと思った、そのなんかそうだね。人間のエゴに巻き込まれた存在っていう感じの描き方だったな。全体的にそんな感じだったね、ライオンとか猿とか、彼らの善悪は描く気がないと思うみたいな。人間視点っていうそう感じ。そうそう。オープニング中で西野バージョンらしいんだって歌ってみんなで踊ってる時点で、作品として映画とかドラマとかで誰かが死んで大喜びするってあんまりないじゃん、そもそも。そうそこで違和感だったんだけど、あえてなんだろうね、そこで違和感を抱かせたくて描いてるんだと思うんだけど、その善悪の逆転っていうところがキーになると思うんで、そこがおおと思って、ちょっとスクリーンの中でめっちゃ喜んでる街の人々と、それを見てってなってる自分がもうそれがもう作品みたいな感じになってて、結構興味深かったね。もうなんかそう初っ端からもう違和感しかなくて、でしかも一応さ前情報としてさ、西の魔女とウィキッドとグリンダが手を取り合ってるのが最初でさ見てるわけじゃん。仲良しみたいな。そうでそんな様子を予告で見せておいてしょっぱな西野は死んだよってそんな喜ばしく報告するみたいなところもどうしてっていう気持ちになっちゃって、グリンダの心情もちょっと見てたし、ちゃんと上に立つ人間としての振る舞いをしたのかなっていうのも思いはかれたから、まあまあって思ったけど、公のグリーンだって感じだったね。そうこんな話かと思って結構衝撃だった。もう初っ端からビジュアルが結構華々しくて、なんかファンタジーな感じだからね。すごいさ人気な作品なのも知ってたからさ、この感じで人気なみたいなこの気まずさで人気ってマジと思いながら見てた。ずっと思ったより複雑だもんね。そうでもだからまあ多分その人間らしさをちゃんとうまく描いてるっていうのも評価されてる点なのかなとか思って、気まずかった。でも共感できるところとかあったの？共感ねえ。でも人ってこうだよなみたいな感じ？そうなんだよ。共感できる人はね、チェケ一人も出てこなかった。そうだね。すごい冷静な視点で見ちゃった。そうだよね。まあでもどいつもこいつもひでえやつだからな。本当に多数がひどくなかった？そうね。でもマイノリティとマジョリティのその壁みたいのも描いてるなと思ったし。いや多数がひどい。そう多数がひどくて、わかんない。これの中に疑問に感じるやつは一人もいなかったんかと思って。でも疑問を与えてくれるからこそ、いいと言われてんじゃないのかな。そういうことか。これを見て我が振り直せってこと？我が振り直せだし、自分もこういう節がないか、我が振り直せとか、いいこと、make good とか、nice みたいな、be popular みたいなことがあるけど、それがすごいそのマジョリティによってすごい言われているけど、それってまず何、いいことって何、とかっていうのを考えるきっかけを与えてくれるような作品だよね。そうだね。で別にエルファバも孤高のヒーローみたいな感じではすごく描かれてるわけではないじゃない。本当に世界が平和になるために共通敵としてでっち上げられた感じだったし、お前もそっち側の人間かっていうことがたくさんあったんだけどね。そうだね、でも私的にはエルファマが動物たちに対して平等を求める気持ちっていうのもエゴだと思ったし、自分がそうされるのが嫌だから彼らもきっと嫌なはずだっていう気持ちからの呪文の失敗だと思ってね。そうあれね。そうだから結局その政治的な意味、そう人間のコミュニティとして成功させるっ
っていうことをやってたのはでもオズだと思ったの、オズの魔法使いか、あの人はちゃんとその国として成り立たせるために力がないのに知恵で頑張ってる。そうだね、ハリボテを作って人の信頼を勝ち取るにはどうしたらいいかっていうのをめちゃくちゃ考えたやつだよね。そうでその人々がまとまるために共通の敵を作るっていう考え方はその間違ってないと思うし、政治的にね。そう政治的にそうだよね。そうだから大義としてはオズの魔法使いが一番ことを成してたんじゃないかとは思うんだよね。でもそれの標的になった動物たちのことを考えるとどうなのみたいな視点もあるし、まあでもなんかいい人って誰かから見たいい人でしかなくて、そうもう宇宙の誰から見てもいい人ですはいないんだろうね。だって車椅子の彼女に気を使うというか、彼女を気にかけることも別に善じゃない感じだったし、そうだね。エルファバはそれを分かってたよね。そうで彼女自身は彼女自身でできることがあって、それを尊重すべきなのに周りの人はかわいそうにって勝手にかわいそうがあるみたいな、それも偽善だよねみたいな、そういうのも描かれてたし。そうだよね。でもなんか偽善ってどっから来るかなって思うと、みんなポピュラーになりたいからなんだよね。で人はいい人でありたいっていう社会的な生き物として逃げられない呪いだから、まあもう切り離せないよね、その偽善と人間ってって思うと、グリンダのことがちょっと愛しく、一番人間臭いわと思うのよ。グリンダーね、バカだけど才能あるってこういうことだよねどういう才能？人間と付き合う才能。コミュニケーション。陽キャってことかな？陽キャっていうかコミュニケーション能力、自己肯定感がすごく高いじゃん。自分が間違ってることをしてるって強とも疑わないじゃん。倒れちゃうからねこれ。無視された。ちょっと横になるわとか言っちゃう。そう。可愛かった。そのマインドを持てるっていうのは強さだと思う。そうだね。自分で自分を信じてるってことだからね。そう。だから自分が一番の自分の味方ってわけじゃん。でそれの強さは持つべきというか、見習いたいポイントではある。そう確かにあの自信があったら何でもできちゃいそうだし、友達もいっぱいできそうだし、本当に与えられたものに幸福を感じるのを疑わない。なんかさ、幸せを疑わないっていうの大事だと思うんだよね。幸せになれないっていう人にプレゼントをあげても喜んでくれないのわかる？そうだね。そうだからプレゼントを喜ぶっていうのって、やっぱ与えられた幸せとか、自分が今幸せだっていうことを自信持って認められるっていう強さから来てんだろうなって思うから、彼女はちょっと行き過ぎてる感じもあるけどなんかそうツーマッチだけど必要だとは思ったね、あの感じは。グリンダは魔法使いの世界でいい魔女とされる役割なんだけど、オズの魔法使いで多分私が伝えたいんだろうなって読み取ったメッセージは、ないものねだりするんじゃなくて、欲しいものはもうすでにあなたの手の中にあるじゃないって、心だの脳みそだの、お家に帰るっていう夢だの、それを認めてあげようねっていう感じで、ドロシーはちゃんちゃんって家で目覚めるっていうオチだったと思うから、オズの世界でそれが善とされているから、グリンダもそういう考え方をしてるから、誰からも好かれるいい魔女なんだ、いい魔女なんだろうなっていう感じはするね。確かに、なるほどね。そのマインドはおとぎ話にすごくぴったりだと思うんだよね。確かに、だから大人になってみると、もうそれをこういろんな視点から見るようになると、あれってあれこの人本当にいい人なのかなとか、この人本当に悪い人なのかな、思うようになってくるよねっていう。なんか何がいいのかって結局だから自分しか決めらんないよねってことなのかなって思った。そうよね。そうだから他人に良いと決められたことっていうか、他人にこれがいいでしょって与えられたものが自分にとって良くないんだったら、自分にとっていいものは何なのかをちゃんと主張しなきゃいけないというか、自分にとってはこれがいいんだっていうものをちゃんと自分で信じて持ってるっていうのがないと辛いよね。だからエンディングはあれだったんじゃない？ I'm okay if you're happy みたいな、もうそこでしかもう落としまつけらん、そうあんたの人生やしってそうだよね。そうって
ね、妥協って言ったらあれだけど、自分の手の届く範囲で自分が幸せって思えるものを話さないで持っとこうねって、そこまでしかできんよっていう感じなのかもしれません。ですね。演出についてどうでしたか？演出すごい良かったね。すごいなんかそことストーリーは分けて考えられるんだね。あ、そうだね。だから曲パートは曲パートで見てた。そうてか私ウィケットのやつ見たことなかったけど、この曲ウィケットの曲だったんだって思って見たやつが結構何個かあったな。お、どの曲でした？ポピュラと、グラビティのやつ、最後のやつ。そう。私もこの2つだけ知ってた。そう、これ知ってて、あ、これそうだったんだ。そうそうそう。そうだね。あと劇でさ、有名になった役者の2人も出てたよね。ウィキッドの緑の魔女役を演じた女優さんも、劇を見た、劇中で劇を見たじゃない。あれそうだったんだ。2人、はい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 。そう、すごい印象的なんだよ。なんか夢のコラボみたいな。そうなんだ。それは知らないで見てたから、だけどなんか主演取り合っててめっちゃ面白かった。で結局、そう2人もだからグリーンだとエルファバだから、なるほどね。そうちょっとなんかこういう感じででも女ってこういうとこあるよねって面白かった。ちょっとコメディっぽいところもあったね。面白かった。そうカラーリングがやっぱ良くて、私オズの魔法使いもう小説で読んでても色がすごい鮮やかな物語だなと思ってて、その色使いがすごい好きだったから、エメラルドの街見てすごい感動して、めっちゃすごい思い描いてた感じのエメラルドの街だと思ってよかった。あとなんか黄色のレンガ道決めたりとかね。そのダイヤのブリックローってめっちゃ有名な曲があったけど、イエローです絶対イエローですとなんか原作知ってる、オズの魔法使いを知ってると、おーって思うところがあったね。だからブリキとカカシと、あともう一人なんだっけ、ライオンも出てきたしね。3人出てきて、羽の生えた猿も出てきて、赤い靴も出てきて、ほうと思っていろいろ散りばめられて、そうやっぱそう元レファレンスがね、知ってるともっと面白いって感じだったね。あと歌がすごかったな。素晴らしかったね。今週歌で9曲ぐらいあったんじゃない？今回東宝シネマズさんのドルビーアトモスでめっちゃいい音響で見たんだけどもうすごかったな。なんか息遣いがさ、ウィスパーで歌ってるところの、発音の感じが、なんか響きがすごいと思って、ここで歌ってんじゃないかなって、すごかったね。そう歌にさ感情を込めなきゃ、普通の歌もさ感情込めるけど、ミュージカルってなるともっと演技的な感じで込めなきゃいけなくなるじゃん。それのね入れ方とかもすごい良くて感動した。綺麗だったしね。カメラワークもすごかった。すごかったね。ポピュラーのところのカメラワークがすごいすごかったよね。て、これ CG とかじゃなくこれで撮ってるんだよね、すごいみたいな。息ぴったりでね、もうこの構図撮りたかったんだろうなっていう、随所随所にね、だってあれ多分ワンカットぐらいなんじゃないかっていう感じで、なんか床這いずり回ってるアリアナ・グランデが何でもありだよね。なんかもうベランダで落ちそうになったりとかさ、めちゃめちゃお茶目な感じでよかったね。よかったね。なんか本気になったな、めっちゃ。わかる。本さ祭りすんな本を踏むなって図書館のシーンでね、ちょっと靴でさ、本を踏んだりしてさ、ちょっと踊っちゃう。その勉強なんかせずに、It's just a life, let's dance みたいなことだから、沿ってるんだろうけど、プロットには本さ祭りすんな読書好きのね、うちらとしてはちょっとピキッてきましたね。そうでもね、本書いてる人があの演出を、あの描写がわかんない、原作にどうあるのかわかんないけど、本書いてる人があの演出を入れたんだとしたら、この人マジで皮肉りすぎると思ってもうね、そうもう高みにいるんだよきっとね、めちゃくちゃ皮肉やんと思って、そう面白かっただからそのわかんない、
小説が創作みたいな部分とその学術的な部分をもしかしたら分けて考えてるタイプかもしれないけど、でも本をさって人類が積み上げた H じゃんって思いながら、でもなんかあの演出がすごい皮肉効いてておもろってこと。いや面白かったよ、グリンダのことをねエルファバが最初ブロンドって言ったりとかね、そうだよなって、もうブロンドイコールおバカっていうステレオタイプがあるから、そう字幕ではおバカって出てたんだけど、言ってたのブロンド。ブロンド She just blonde って言ってて、言ったぞと思ってそうだからエルファバもどこかでそのステレオタイプはやっぱり持ってるしね、もう全員面白かったな、セリフの感じも面白かった、すごく言い回しね、言い回し、もうなんか make good って言ってくるとことか、オズの魔法使いがめちゃくちゃエンターテイナーでめっちゃ喜ばせようとしてくれるのがパリピだっけと思って面白かったりとかね、そのキャラの描き方も、そうだね、ガリンダじゃん最初で、途中でグリンダの名前変えるじゃん。グリーンに寄せたのかなと思って、なんかそういう言葉遊びをする作者だなってさ、ガリンダ、グリーンダ、そうそうそう、グリーンダグリーンねまあダはあれだけど日本語だけどでもグリーンの発音を取り入れたっていうのがあの二人を結びつけてるというか、エルファバもさグリーンやめたいかって言われてさ、選ばなかったじゃん、でエルファバ自身も自分がグリーンであることをプログラムだと思いたくない、問題だと思いたくないっていうのはずっとあったじゃん、だからこのままでいいって認められたいのにっていう欲求があって、それとガリンダはあんなに名前に固執してたのに、そうだよ、ガリンダって呼んでよって固執してたのに、グリンダに変えますって変えたあの柔軟性、あの対比もすごいあるなと思って、そうだね、最初めちゃくちゃさ、そうガリンダですって訂正してたのにもかかわらずボックの名前はずっと間違えてるし人のこと言えんのよあの女はでも最後もう名前変えグリンダでいいですってなったし、オズの魔法使いが彼女の名前をベリンダって間違えた時に、訂正したんだよね、それもある意味もう whatever っていう、もう私は私なんで、もう何でも大丈夫ですみたいな強さがねまた1ランク上がった感じがしたよね、でもエルファバはその前の考え方には戻れないし、もう変わっちゃった、なんだよね。 Something has changed within me ですね。そうエルファバは変わっちゃっただけど、グリーンダは自分で変えてるの、そうなんかここの対比もすごいいいなと思って、そうだね、本当にいろんな対比が入れ込まれてて、あげたら多分キリがないぐらい多分演出として入ってると思うんだけど、親子、恋愛、姉妹、二人の親友とかね、でもそうだからよくこんな詰めたなって感じすごい面白かった面白かったって言ったよ、面白かった気まずかったけど、いや最初すごいムズムズしながらアンチじゃないんだけどって喋り出したからあれと思ったんだけど、それも含めてただ周りで見てる人たちの方が私たちに近いじゃん、映画見てる人側に近いじゃん。ただね君らそれでいいんかっていう気持ちになっちゃう。あんなもんなのよな、人間はな。そうなんだよ。でも自分がその場にいたらどうだろうって思って、でも絶対何もできないと思うから、だからどうせお前ら何もできないでしょって突きつけられてるみたいで気まずかったんだわ。分かった。そうお前らは大衆だろって言われてる感じがしてすごい気まずかった。そうだね。そうなんだよね。うちらは主人公じゃないっていう感じがすごいあってめっちゃ気まずいと思って、勝手にやってきますからこっちで見てくださいねみたいなね。っていううちにお前らはどうすんのみたいな感じをすごいずっと突きつけられてる感じがしてめっちゃ気まずかったそれだわ。なんかやっと言語化できた気がする本当に大衆がめっちゃずっと嫌な感じになってて大衆がね、でも自分もそうだなっていう感じがあって、そこは否定できないよね、ここから抜けられる気がしないと思って、
こうやられてる気持ちだったの。面白いね。でもこの気まずさ、不快感は、この作品ならではかもね。でも感じなかった、その気まずさは。映画的には感じた？でも最初のその魔女が死んだでわーってなってるところで、その私のナイス部分の心がうずいたよ。人の死をこんなに喜んでいいのだろうかってちょっと道徳的なところでね。で、その後はなんかエルファバとグリンダが、嫌いながらもお互いをめちゃくちゃ意識してるところがわかるーと思い。でも最初のさ、一番喧嘩してるところがうちらっぽかったよね。中学生の時のうちらなんだよね。ね、わかった。そう。なんかその、お前のやることなすことを着てる服も全部、なんかけしからんみたいな。なんか気になっちゃうみたいな。そう。でもそれって一番興味があるってことで、わかるそう、女子あるあるなのかわかんないけど、わかる、なんか鼻につくんだよねって思ってた。そう。思ったりとか。ね、そこの部分がめっちゃ共感できたな。でも私はあんまなんかそんな最後まで不快感はなかったな。もう歌いいとか、これはオズの魔法使いのこういうレファレンスなんだなとか、いい人すぎるなみたいな。絶対途中で悪役になるだろうとかね。思ったり、そう。オリンバー最初怪しかった。グリンダーに対する態度があまりにもこう表裏がひどすぎて、なんかやべえやつだと思ってた。人としてね、どうなんみたいな。才能がない人に見向きもしませんみたいな。だから才能っていうかなんか地位に対してのこだわりが強い人かなと思っちゃったね。でも私もなんかエルファバがオズの魔法使いに会えるかもしれません。あなた魔法すげえ使えるんでみたいになった時に、もう大喜びで歌まで歌って、草原まで走ってたのが、なんかそんななんかオズの魔法使いとなんか、なんかラブリーペアになりたいもんなのって思って、なんかそこがまずなんかピンとこなかったけどね。オズの魔法使いっておじさんじゃなかったっけって思ってさ。でもその、なんて言うんだろう。そのワールドを作った発端の人だから、憧れ。マジリスペクトって感じだったのかもね。なるほどね。その人といたら自分はもう後ろ指さされることもないみたいな、その時の感情もあっただろうし。ファンじゃんと思って。そうだね。そう。なんかすごい純真だよね。そうだね。まっすぐだよね。そう。まっすぐだね。私は普通に見ました。普通に見てた。普通に見ました。マジで最後のっていうかもう2人のデュエットがすごい良かったな。よかった。めちゃめちゃ歌いいなーってなった、しかもなんか Defying Gravity って私曲から最初に知ったから、その重力圧力をビャンってやって羽ばたこうぜみたいな、誰でも飛ぶチャンスはあるみたいな歌だなと思ってたけど、映像と一緒に見ると、飛ぶって何がすごいかってみんなの元に降りかかってる重力っていうのを自分だけもう超越してバコーン飛ぶってことじゃん。だから飛ぶってかっけんだ人間って飛ぶってことにずっと憧れがあると思ってるから、いやー下手になんか羽が生えないってことかもいいし、なんかもう人として飛んでるっていうなんていうの、ザ魔女みたいなほうき持ってザ魔女みたいなマントをグリンダにもらってザとして生きていく感じ、と思って。最初の歌はさ、孤独で誰にも愛されないママみたいなこと言ってて、最後は一人であることは自由だみたいな。そう。At least I have a freedom みたいなね。孤独であったことが悪いみたいな感じで最初言ってたけど、孤独であることが結局自由だみたいな感じで閉じてるのが綺麗だなと思った。そうだよね。そのDefying Gravityするには孤独じゃなきゃいけないっていうその今の状況だよね。そうだから結局その一番最初で歌われてたその孤独はエルファバにとって良かったのか悪かったのかっていうのがちょっとこれからこの後の物語で見ないとちょっと分かんないけど、実は良かったのかっていう風にも取れるなと思ったの。そうだね。多分オズの魔法使いの世界では誰かとこうつがいになってラブを育むっていうのが善とされてて、だからグリンダもすぐ彼氏見つけるし、ボックも彼女見つけてラブ、それを見つめるエルファバみたいな対比もあったけど、まあエルファバはオズの国での悪なので、その逆を行く、その逆が彼女の正義っていうオチになっていくのかな。どうなるんでしょうね。
でも前編後編に分かれるって知って、やべえ私の知ってる2曲聴けないかもって思ったんだけども、聴かしてもらったから後半は何の歌が歌われるんだろうと思って、両方歌っちゃったじゃんみたいな、もう盛りだくさんすぎて。だからその第2部で新生ビキとなるかな、どうなんだろうね。第2部、てか後編は来年かな、そうですね、来年公開とされているので楽しみに楽しみですよ。どうしてグリーンダが良き魔女になっていくのかがすごい気になるよね。だってまだ魔女じゃないじゃん。魔法も使えないし、ね、そうだからどこで魔法使えるようになってどうして魔女としてなっていくのかねえ。でなんでエルファバは死んだとされるのかもね、気になるよね。だって共通的ならずっといた方がいいのにって思うけどね、大衆的にはね。そうだね。まああれドロシーがやっちゃったんだっけ。そうだ、最初に踏み潰したんだそれはリアルだよね。なんかさみたいななんかたまたま家が落ちたところがエルファバの家で、すいませんみたいな、ぐちゃってなっちゃいましたみたいな。結構オーズの魔法使いの方のストーリーだけど、交通事故みたいなさ、感じでさ、なんかそれってだって数センチ隣だったら、どうなんだろうみたいなさ気になりますね。でもすごいいろんな正反対、いろんな、対比が見れてめちゃめちゃ面白かったね。面白かったね。お互いこう成長し合う、精神的にね、成長し合う感じ。その一方は社交性を学びみたいなさ、一方はなんかわかんない何を学んだんだろう、名前を変えることを学んだというわけでウィキッドめっちゃ面白かったので、見に行ったよっていう人はぜひコメント欄で感想を教えてください。見に行きたくなったよっていう人もね、コメントでね、ぜひこれを見て見に行きたくなりましたってぜひ書いてくださいはい、お願いします。ではチャンネル登録、高評価、SNS のフォローもよろしくお願いします。それではバイバーイ。 Popular You gonna be popular タラタラタラタ。ポピュラーの歌い方もすごいよね。ポピュラーポピュラーっておい